今回はこんなものを手に入れました。パナソニックの電動ドライバーですね。型が EZ7412S になります。裏側がこんな感じですね。早速ですが、これを開封していきたいと思います。中身はこんな感じですね。ビットが5本セットで付いてきました。これはお得ですね。ベッセルの方だとプラス1本しか付いてこなかったと思うので、マイナスとか含め5本あるっていうのはありがたいですね。それでは装着してみましょう。それではちょっと比較の方をしていきたいと思います。まず、これが今回手に入れたパナソニックの電動ドライバーです。で、次に、これですね。ベッセルの電動ドライバー、ハイスピードタイプになりますね。で、もともと一番私が愛用してたのが、このハイスピードタイプではなくて、普通の電ドラボール。このタイプを愛用してるんですけれども、私普段、人が絶対下にいないような高所で作業をしてるんですけれども、不注意でね、落としちゃうことがたびたびありまして、この電ドラボールっていうのはもう4台ぐらい買い替えてるっていうような感じですね。で、ちょっともう電ドラボール結構買ったんで、今回はこっちを買ってみようかなということで、パナソニックを初めて購入したっていうような形になるんですけども。なのでね、ちょっと、普通の電ドラとこのパナソニックのやつの使用感の違いっていうのをちょっと確認したかったんですけど、今全部壊れてしまっているので、ハイスピードタイプになります。で、あとは、無印と言いますか、なんかよく Amazon で売ってるような感じの電ドラですね。このちょっと3つでね、どのぐらい違うのかっていうのを見ていきたいと思います。で、スペックとしては、この今回手に入れたパナソニックですね。で、型が EZ7412 という型になるんですけど、これが電動時の締め付けトルクが1ニュートン。で、手締めの時は8ニュートンっていうような形ですね。で、このデンドラボール、ハイスピードタイプですね。ハイスピードタイプは、電動のトルクが0.4ニュートンしかないんですよね。で、手締めのトルクが10ニュートンですね。で、これハイスピードなんで回転が速いんですよね。こっちの、こんぐらいのスピードだったり、こんくらいのスピードだったりするんですけど、これは速い。速いのが売りなんですけど、ちょっと私の作業にはあまり向いてなかったですね。トルクが低いんで、0.4ニュートンしかないんで、締め付けられてるプラスビスとかっていうのは、ちょっとなかなか緩めるのがきついなっていうような感じですね。これはね、ちょっとスペックがわからないです。ちょっとこれで見比べていきましょう。ちょっとね、今手元にいいトルクがかかったものがなかなかなかったんで、ちょっとグラインダーのこのカバーのところですね。これでちょっと試してみようかなと思います。じゃあまずハイスピードタイプですね。フェッセルのハイスピードタイプ。やっぱトルクが低いんで回らないですね。なんで手締めでちょっと緩めてあげて、で、これも結構緩めないといけないですね。で、これで抜けると。で、また締め込む。締め込むのもなんかね、あんまりこれだとトルクがかかんないんで、もう本当スピードタイプの緩めるやつって感じですね。で、次が、この
Amazon かなんかで買った無印というか、なんかメーカー名書いてあります。これで緩めてみます。これはちょっと手で緩めただけで緩めますね。まあ普通な感じっていうところですね。で、次パナソニック。パナソニックも、ちょっと軽く緩めてあげると緩みますね。で、手締め。ああ、この手締めの時の、この締めた感じっていうのがなんか安心感ありますね。なんかベッセルよりも安心感ある気がしますね。うん。ベッセルよりもなんかこっちの方が、構成があるというか、なんかそんな感じがしますね。で、ベッセルのね、デンドラーウォール普通のタイプも試したかったんですけど、今手元にないもんで、ベッセルのデンドラーボールとこのパナソニックのやつっていうのが、電動時のトルクが1ニュートン違うんですよね。ベッセルのデンドラが2ニュートン。で、これが1ニュートンなんで、やっぱちょっとその1ニュートンの差は結構ありますね。この締め付けてからこの緩めるのが、ちょっと重いかな。で、ちょっとそれなりに締めると緩まないので、うん。でもこの締め付け、手動のこの締め付け緩めるのなんか構成感っていうのは、なんか個人的にはこのパナソニックの方がいい気がしますね。でやっぱトルクが1ニュートン分低いんで、そこが力不足かなっていうところが感じますね。なので、今回まとめますと、ベッセルは、ハイスピードタイプじゃなくて、電動タイプのベッセルは、トルクが強くて、そのまま電動で緩めやすいですけど、手締めの時に、ちょっと個人的には頼りないのかなっていうところがあります。で、パナソニックの方は、電動のトルクが低いですけど、手締めの時の安心感があるのかなっていうような感じがしました。ベッセルだとね、やっぱこの、締め付けた後にね、普通の、こういったドライバーで増し締めっていうのをしてたので、今これ使ってみた感じだと、これ1本でいけちゃうのかなっていうところで、そこがちょっとパナソニックの利点なのかなっていうところは感じました。ちょっとね、これから現場でどんどん使っていってみて、また何か違いとか気づいたことがあったらアップしていきたいなと思ってます。それでは、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。